こんにちは、ちえいです。今回はあなたに届いているラブレターということでリーディングしていきたいと思います。選択肢は A、B、C、こちらからお選びください。はい、それではリーディング始めていきたいと思います。A さんの選択肢のカード、こちらに置いておきますね。それでは A さんよろしくお願いいたします。まず最初にお相手さんから届いているラブレターで伝えたいことは、あなたのことを見つけるとか迎えに行くっていうメッセージがまずすごい入ってきていて、これから例えば出会うのであれば、お相手さんから A さんのことをこう見つけ出す声がこうかけに来てくれるっていう感じもありますし、あと復縁さん、もし一度お別れして復縁ご希望で見てくださっている方は、向こうからまた再度やってくるっていうメッセージが来ています。復縁さんで見てくださっている方だったら、お二人が今まで過ごしてきたその過去の楽しい思い出とかをすごくお相手さんが振り返っている感じがするんですね。多分お相手さんが何かこうやってしまってお別れになっちゃったのかなっていうのが
入ってくるんで、お相手さんがそれに対してすごく反省しているっていうのかな、すごくこう考えてる、いい時の2人の思い出を見返しながら、もうちょっとこうできればよかったなとかっていう、こう過去に対する思いが強い方もいらっしゃる感じが伝わってきます。もしこれから出会われるっていう方であれば、お相手さんが見つけるから、それまでもうちょっと待ってほしいっていうメッセージが来てますね。上のカード、こちらからも見ていただけるようにすごい強いカード、手のカードがすごい出てくるんですね。だからお相手さんからこの選択肢もそうですけど、すごいこう守りたいとか、必ずあなたをこう掴みたい、こう見つけ出すっていうのかなっていう思いがすごい強いですね。で、あなたと一緒にこう始めていきたい、スタートさせていきたいっていう気持ちがすごく強い。で、お相手さんかな、すごくこう妄想してるっていうのかな表沙汰にはこう口にはしないですけれども、こうあなたのこととかすごくこう考える癖があるような方で、すごくこうしたらいいなとか、デートこんなところに行きたいなとか、あなたとこう A さんとこういうことをして過ごしたいなっていうのをすごく考えている、頭の中でこうぐる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 考えているようなお相手さんっていうのも伝わってきます。なんで日々の生活でね、お仕事とかすぐやることもあると思うんですけど、その合間を縫ってあなたのことを考えてる。あともう一つね、すごくあなたとつながりたいっていう思いが強いですね。何かこう些細な別れでこう出来事でこう別れてしまった方であれば、すごくね悔やんでいるお相手さんっていうのが伝わってきます。申し訳なかった、その幼かったお相手さんが、私がすごく幼い考え行動をしてしまったがために、ちょっとあなたをこう失望させてしまった。あなたの方がこうなんて言うんだろうな、人生の経験値というか、こう精神年齢、魂の年齢がすごく上な感じがして、こう甘えすぎてしまったがために、こう子供っぽく接しちゃったっていうのかな、っていうのをちょっと悔やんでいる、ちょっと悔いている自分に対して、お相手さんが自分がやってしまった幼い行動に対して悔やんでいる。でももうちょっと成長してあなたを迎えに行きたいとか、すごくあなたとつながりたいっていうのが入ってくるんですね。もうね、もうすごいんですよね。あなたあなたあなた A さん A さん A さんっていう、もう他の女性男性周りに異性の方がいたとしても、もう A さんだけを見ているっていう気持ちがすごく伝わってきてます。はい、そんなねお相手さんからの気持ちがあるっていうことがね A さんに伝わればいいなって思います。最後に1枚ちょっとカード引いていいですかね。こっちかな。これかな。はい、やっぱり A さんがいてこそのこう豊かさ、こう今まですごくたくさん色があって恵まれていたっていうことを言っていて、 A さんがいないとこう A さんを探している、どこかで一緒にいれたらなとか、もっとこう2人でいればもっと綺麗な世界になるのになとかっていうことを考えているお相手さんがいらっしゃって、そうだからお相手さんにとって A さんはその色っていうのかな、そのカラフルな色合いとか安心できる場所と
かすごく落ち着いているキラキラしているものの存在なようですね。だからこれから出会う方であれば迎えに行くからそれまで待っててほしい、信じて待っててほしいっていうこと、あとはすごくあなたとつながりたがっている、でもおそらくお相手さんから来ると思うのでっていうのがメッセージでした。何か参考になることがあれば受け取っていただきたいと思います。それでは A さんありがとうございました。はい、それでは次ですね、B さんのリーディング始めていきたいと思います。まず一番最初に伝えたいメッセージとしては、もうね、B さんと出会えたこと、知り合えたこと自体がもうすごく幸せみたいですね。お相手さんにとっては、もうこの上ない幸せっていうのかな。B さんと一緒にいることだけが、もう頭にあって、B さんに対する思い、友情に近いのかな、こういう一緒にいたいっていう愛情がすごく強いですね。で、B さんと一緒にいることがもう幸せみたいです。ただ一つ言いたいことが、お相手さん的にはB さんが大好きすぎてしまうがゆえに、多分いいところばかりを見せているところがあるのかなっていうのがあって、もうちょっとお相手さんの本心をちょっと、例えばあまり人には見せれないような部分っていうのをB さんに解放していく、見せていきたい。だからあまり驚かないでほしい。そこを受け入れてくれたら嬉しいなっていうメッセージが伝わってきています。
お相手さん的には B さんと会った瞬間にこう一目惚れっていうのかな、こうパッとこの人だっていう思いがあったようです。そう。だからそこからね、もう幸せいっぱいでこう来てるから、なかなかこう自分のちょっとね、こう醜い部分っていうのかな、が見せれなかった。でもこれから少しずつ見せていきたいっていう気持ちがあるみたいなので、B さんにはそのお相手さんのね、ちょっと嫌な部分もこう優しく B さんのそのおおらかな包み込む愛情でこう満たしてあげてくれたらいいなっていうお相手さんのこう願いっていうのかなが伝わってきてますね。ただお相手さんはすごく B さんに対して思いが強いので、そこはもう安心してもらって大丈夫かなっていう感じですね。もうね、他には見てない B さんとの幸せ、楽しい時間をこういかに過ごせるかっていうことにすごくフォーカスしているお相手さんっていうのが言われてますね、カードから。ちょっとね、分かりづらいお相手さんがいるのかな。それでちょっと B さんが時々不安になってしまう時もあるのかな。ただね、もし不安を感じているのであれば、感じてらっしゃらなかったら大丈夫なんですけど、お相手さんはもうあなたにまっしぐらなので、そこは安心してほしいなって思います。もう幸せなカードがすごくたくさん出てるので、ちょっと2人のこれからをはい。何かね、ここのカードからもそうなんですけど、どちらかが引っ越しとか移動、転勤とか、これから動きが出てくるんじゃないかなっていうのが出てきていて、今ね、今までおそらく A さんじゃない B さんでした。失礼しました。B さんとお相手さん、すごく楽しい時間を過ごされてきた。で、今、お相手さん自身がすごくこう自分と向き合ってる。だからこそ、こう、お相手さんの、こうちょっとね、弱さっていうのかな。そこも B さんに少しずつ見せていきたいっていう気持ちがあるみたいです。で、お二人でこれから何か方向転換をされる動きが出てくるんじゃないかなっていうカードが出ているので、動きが出てくる。ここ、どちらかか、それとも両方、二人で引っ越しとか新しい新居を見つけるっていうのもちょっと感じるので、ちょっとそのために必要なメッセージを最後いただきたいと思います。今やっぱりこう不要なものとかいらないものを削ぎ落として本当に必要なものを手元に残すっていう作業が行われてるみたいですね。だからお相手さん的には B さんと一緒にいる未来っていうのがもう見えているので、だからこそこう自分のね、いろんな面を見せていきたいっていうのとともに、このエゴとか余計なものっていうのかな、こう恨みとか妬みとかそういう邪念っていうのかな、いらないものは今こう削ぎ落とすっていう作業をしているみたいですね。だからそれがこれからこう動きが出てくることに対してのこうなんていうんだろうな、必要な作業みたいですね。だから B さん自身もこう彼に対して不安なこととか何かこう信じれない気持ちっていうのがあるのであれば、それはもうね、捨ててしまう、流してしまう、水に。疑いじゃなくて彼をこう信頼してあげる。ちょっと分かりづらいお相手さんなのかもしれないですけれども、そう、お相手さんはね、B さんに対してまっしぐらなので、まっすぐに思っているので、その不安な気持ちをなくす、流す。もうね、川があるところに出かけてもいいかもしれません。海とか川、水の力って浄化するんですね。すごく川っていうのが伝わってきたので、お休みの日とか、お相手さんと一緒にでもお一人でもいいんですけど、川のあるところ、海
浜辺に出かけてこう水を眺めるっていう時間を過ごすのもいいかなって思います。なのでこれからちょっとね、お相手さんか多分2人で一緒に移動っていう感じがするので、移動が出てくるので、ちょっとそのためにね、ぜひ不要なものを手放してみてください。はい。それでは以上 B さんへのリーディングでした。最後まで見てくださってありがとうございます。それではまたお会いしましょう。うん。はい、お待たせいたしました。それではこちらですね、最後 C さんですね、リーディング始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずお伝えしたいのが、最初ね、シャッフルしたばっかの時に、ジャンピングでビヨンって落ちてきたんです。で、まだあんまりシャッフルしてないしと思ってもう一回入れてやったら、またジャンピングで出てきたんですね。これちょっと強いなっていう感じがしていて、全体的に今回ラブレターで出してるんですけど、何かね、こうお相手さんから C さんに対してすごく伝えたいメッセージっていうのがあるそうです。それは待ってほしいっていうのかな、受け入れてほしいっていうメッセージがすごく強くて、お相手さんすごくね、何かに対して考えているみたいなんですね。っていうのは、お二人の未来のために何かをこう決断しようとしているようで、
マイナスなことじゃないんですね。これだけはっきりお伝えするんですけど、ちゃんとね、これ3つとも正位置で、なんて言うんだろうな、正しい悩み方、しっかり悩んでるっていうのかな。変にぐちゃぐちゃ悩むんじゃなくて、ちゃんとお二人の未来のことを考えた上での何か決断を下そうとしていることに対して、どうしようかなっていうのを考えているようですね。何かね、その決断に対してすごく多角的な面からどうしたら一番最善な案になるかなっていうのを考えているお相手さんが現状のようでして、で C さんに伝えたいことは、ちょっとね C さんを不安にさせてしまったら本当に申し訳ない。だから C さんには女性性っていうのかな、受け入れる器のような心構えで持ってほしい。もう C さんは C さんのこの目の前にあること、楽しみ、毎日の中の楽しみを存分に楽しんで過ごしててほしい。私は何か決断しなければいけないことがあるからっていうことをおっしゃっているんですね。何か葛藤を考えているお相手さんっていうのがいるみたいですね。ここなんだろう。もうちょっと出していいですかね。こっちかな。悪い意味じゃないんです。この悩みっていうか考えが。何か下さなければならない決断をしようとしているみたいですね。だからこれを見てくださっている C さんが男性女性に関わらず、女性性の心構え、お相手さんを受け止める気持ちで待つっていうのかな。ちょっと忍耐いててほしい。でもその中でも C さんは C さんらしく、すごくね、純粋な C さんっていう姿が見えるんですね。無邪気な感じ。だからその気持ちは忘れないでいてほしい。なんでしょう、何か決断を下そうとしているみたいですね。お相手さん自身が生まれ変わるとか、何か大きな決断、ご家族のことっていうのがまず感じるんですけど、C さんとの何か決断ではなくて、お相手さんが抱える問題に対しての決断っていう感じが伝わってきます。なのであまりね、C さん的には気になったとしても待つっていう心構えをお相手さんは望んでいるようですね。温かく見守ってほしい。それがお相手さんが C さんに対して伝えたいことのようです。はい。やっぱり何かね、今まで向き合わなければいけなかった問題をちょっとね、避けてしまっていたのかな。そこに対しても向き合わざるを得ないところまで来てしまった。おそらくお相手さんのご家族関係だと思うんですけれども、例えば母親、お相手さんとお母様との関係かな。何か解決策に向かって今動いているところなので、そこがね、いい方向へは行くっていうカードは出てるので、おそらくお相手さんのこの決断次第にはなると思うんですが、決して悪い結果ではないので、ちょっとね、見てて C さん的に何か助けられることとかあればなーって思うかもしれないんですけど、これはおそらくお相手さんが乗り越えるべき問題なようなので、ちょっとね、C さんの心がけとしてカードを引きたいと思います。もうね、C さんは彼が
どんな決断をしたとしても、それをね、受け止めてあげること、もう彼に好きなようにやらせてあげるっていうことが大事みたいですね。あまりぐちぐちいろんなアドバイスとかは今は必要がないみたいです。ただ見守る、成り行きを C さんは見てあげる。それだけでいいみたいです。何かね、お相手さんのすごく強い思い何かあるので、C さん的にはちょっと気になるかな。最後にちょっとカード出して終わりたいと思います。なんでしょう、デスが出るぐらいなので、何か大きなよほどの決断を強いられているお相手さんが伝わってきています。で、今2人の未来これからで出してみたんですけど、すごくね、お相手さんと C さんの間にはすごく愛情があるんですね。で、2人ではすごく満たされた関係っていうのかなようです。なので、そのね、より安定したお二人の世界を築くために、お相手さんが今必要な作業を行っているようなので、C さんはあんまりね、多分ね、そんなに心配している様子は伝わってこないんですけど、C さんの。ただね、見守ってあげるっていうこと、ちょっとコソコソして何やってんだろうって思うかもしれないけれども、大きなね、心でちょっと、この陰と陽であれば陽の女性性の気持ちで見守ってあげることが大事かな。で、お二人の未来すごく安定してくるっていうのは出てくるんですね。本当の意味で安定っていう未来が待っているようです。はい。それでは何か参考になるメッセージ受け取っていただけたらと思います。C さん、最後までありがとうございました。バイバイ。